あのーいつも学び続けるそこのあなた。今日の深掘りへようこそ。よろしくお願いします。今日はですね、明日のエンジニアリング会議の準備をしている方も、単に最新テクノロジーがその現実世界にどう着地しているのか、好奇心でうずうずしている方も必見の内容です。情報型で疲れることなく本質的なインサイトだけを抽出してお届けしますからね。そうなんです。本日のテーマはズバリ、2026年3月24日時点での Google AI とクラウドの最新トレンドです。はい、複数のソースから AI が単なるバズワードから実際に手を動かして作るもの、つまりハンズオンの領域へどう進化したのかを解読していきます。よし、紐解いていきましょう。まずはですね、開発の最前線であるゲーム開発の現場で AI がどうモジュール化されているかを見ていきたいと思います。ここでキーになるのがジェミニ、カンバスとメディアパイプの組み合わせですね。はいはい。モーションコントロールゲームの作り方がこれで根底から変わったんですよね。そうなんです。カメラ越しに人間の動きをリアルタイムで追跡する、メディアパイプポーズランドマーカーっていう技術があるじゃないですか。ありますね。あれ、自力でゲームエンジンに組み込もうとするとめちゃくちゃ大変ですよね。膨大な時間と専門知識が必要でした。でも今は開発者はジェミニ、カンバスのプロンプトベースの環境を使ってこのプロトタイプを信じられない速度で構築できるんですよ。なるほど。でもなんか AI がただ定型的なコードを吐き出してるだけみたいなことではないんですよね。もちろんです。そこが一番面白いところでして、ただ自動化するんじゃなくて最適化をしてくれるんです。最適化ですか？例えば、プレイヤーの動きを検知するときに手首や指先をトラッキングポイントにすると動きが速すぎたりカメラから隠れたりしてエラーが起きやすいじゃないですか。ああ、確かに。ゲームしててキャラが荒ぶるやつですよね。そうそう。そこで AI が手首じゃなくて肩のランドマークを基準に計算した方がトラッキングが安定しますよって提案してくるんです。それすごいですね。つまりこれって単なるツールってより、なんかめちゃくちゃ優秀なシニアエンジニアとペアプログラミングしてるような感覚ですよね。まさにその通りです。職人の勘無内なものまで AI がサポートしてくれるんですよ。いや、面白い。でも、プロトタイプはそれでよくても、実際の製品にするにはどうするんですか？そこからが全工程シームレスにつながっていまして、Google AI スタジオを使ってモデルのレイテンシーを極限まで下げる、いわゆるライトモデルへのチューニングを行うんです。ほうほう。そして最終的にはジェミナイコードアシストがその実験的なスクリプトを商用レベルのモジュール式アプリへとリファクタリング、つまり再構築してくれるんです。なるほど。おもちゃ作って終わりじゃなくて本番環境まで一気通貫してるってことですね。なぜそれが重要なのか、すごくよくわかります。この一連の流れがシームレスにつながっているという事実こそが今の開発のリアルなんですよ。さて、ゲーム開発っていう楽しい領域の話をしてきましたけど、次はもっと現実的で、泥臭い大人の問題に移りましょうか。大人の問題ですね。はい。複雑な金融データの処理に、最新の自律型 AI がどう立ち向かうのかというテーマです。ラマパースとジェミナイ 3.1 による金融アシスタントの構築ですね。そうです。でも、ここからが本当に面白いところなんですが、ちょっとリスナーの視点で立ってツッコミを入れさせてください。はい、どうぞ。証券会社の明細って、もうフォーマットもバラバラで、表の中に表があったりして、ぐちゃぐちゃじゃないですか。本当に人間が見ても嫌になるくらい複雑ですよね。ですよね。それを AI に任せて、本当に正確なデータが抽出できるんですか？しかも、毎回そんな高度な AI 回してたら、API コストが跳ね上がって最悪破産しちゃうんじゃないかって思うんですけど。確かにそう思いますよね。でもこれをより大きな視点と結びつけると、だからこそ適材適所のアーキテクチャが重要になってくるんです。適材適所ですか？具体的にはどういうことでしょう？ここで採用されているのが、ラマパースとジェミナイ 3.1 モデルを組み合わせたイベント駆動型のアーキテクチャなんです。イベント駆動型。複雑な表の解析という絶対にミスが許されない重労働が発生した時だけ、高性能なジェミナイ 3.1 プロにルーティングするんです。なるほど。じゃあ、プロモデルがエージェント的にその複雑な表を解析するわけですね。その通りです。そして同時に抽出されたデータの単純な要約なんかは処理が早くてコストの安い、ジェミナイ 3.1 フラッシュに担当させるんです。完璧な分業体制ですね。そうなんですよ。難しい仕事は高級取りのプロに任せる。簡単なまとめ作業はアシスタントのフラッシュに任せる。だから、ぐちゃぐちゃな証券会社の明細からでも構造化されたインサイトをコスト効率よく引き出せるんですね。
破産しなくて済みそうです。実社会で AI を実用化するためのコストと精度の最適解と入れますね。さて、クラウド上で高度な AI がどう動いているかは分かりました。でもこれを私たちが普段持ち歩いている個人のデバイス、つまりスマホなんかで効率よく、しかも安全に動かすにはどうすればいいんでしょう？そこなんですよ。デバイス上で動かすためにはエンジンそのものの進化が必要不可欠なんです。エンジンですか？はい。そこで登場するのが TensorFlow 2.21のアップデートで Google が正式にローンチした LiteRT という基盤フレームワークです。ライト RT ですね。つまりこれってどういう意味なんでしょう？リスナーのあなたに伝わるように、ちょっと車に例えてみてもいいですか？もちろんです。どうぞ。これまでの TF ライトっていう古いエンジンから、燃費が極めて良くて、しかも PyTorch や JAX っていうどんな種類のガソリンでも走れる最新のハイブリッドスーパーカーのエンジンに乗せ替えたみたいな感じですよね。そうですね。その例えはすごく的確です。やった。で、その燃費が良いっていうのはどういう仕組みなんですか？技術的に言うと、低精度データ型のサポート、いわゆる量子化の進化ですね。量子化ですか？ええ、AI モデルの重みデータを精度の低下を最小限に抑えつつ、例えば32ビットから8ビットとかに圧縮するんです。なるほど。データが軽くなるからメモリの読み込みにかかる電力や時間が減るんですね。その通りです。結果として GPU や NPU のアクセラレーションが大幅に高速化されて、日常的なスマホでの AI 体験が激変するわけです。いやー、スマホの小さな脳みそでハイパーカー並みの処理ができるなんてすごい時代ですね。しかもセキュリティのアップデートも頻繁に行われるから安全にオンデバイス推論ができると。エンタープライズ水準の性能と安全性がついに手のひらにやってきたということですね。さて、ここまで素晴らしいツールやエンジンが揃ってきたわけですが、一つ疑問があります。何でしょツールがここまで進化したら、それを使いこなす人間、つまり開発者はどうアップデートされるべきなんでしょうか？それは非常に重要な視点ですね。実は Google もそこには注力していて、開発者コミュニティと学習の場を提供しています。具体的にはどんなものがあるんですか？例えば Wednesday Build Hour というのがあります。水曜日のビルドアワー。はい。これは Google クラウドの専門家が主導する毎週のインタラクティブなテクニカル事務セッションなんです。事務セッションって響きがいいですね。ただ退屈なスライドを見るだけじゃないってことですか？AI エージェントや Vertex AI なんかの実践的な構築にフォーカスしていて、終わる頃にはすぐにデプロイできる具体的な成果物が得られるんです。それは嬉しいですね。リスナーのあなたも一人でキーボードに向かっていると行き詰まることありませんか？ありますよね。いくら AI がコードを書いてくれても最後はやっぱり実践的な筋肉というか、そういうものが必要になるんですね。そうなんです。そしてもう一つ、クラウドエンジニアの熱量が集結する場として、ラスベガスで開催されるクラウドネクスト26があります。出ました、ラスベガス。資料の中に、熱量はストリーミングできないという言葉があったんですが、まさにその通りで。熱量はストリーミングできない。いい言葉ですね。AI によって個人の開発スピードは劇的に上がりました。でも、組織の安定性とか、ゼロトラストセキュリティの設計とか、そういった全体最適はどうするか。確かにそこはプロンプト一発で解決とはいきませんね。はい。結局のところ、真のブレイクスルーとか、偶然のひらめきっていうのは、20以上の開発者ミートアップや共同ホワイトボードセッションのような人間同士の対話からしか生まれないんです。なるほどな。AI がコーディングを自動化すればするほど、逆説的に人間同士の泥臭い対話とか熱量の価値が上がっているってことですね。皮肉だけどすごく面白い矛盾です。これはテクノロジーと人間の役割分担の革新をついていますね。さあ、あっという間に時間が来てしまいました。本日の深掘り、そろそろ総括に入りましょう。はい、あっという間でしたね。今日は一連の点と点をつないできました。モーションゲームのプロトタイプを爆速で作るジェミニカンバスから始まって、ぐちゃぐちゃな金融データを読み解くラマパースとジェミニ 3.1 の組み合わせ。はい。そしてそれをデバイス上で軽快に動かすライト RT エンジン。そうですね。で、最終的にそれら全てをつなぐクラウドネクストやビルドハウアーのような人間のコミュニティと熱量。こうしてみると AI がただのバズワードから完全に実践的なツールへと移行したことがよくわかります。本当に。そこで最後にソースの枠を超えた考察をリスナーのあなたに投げかけたいと思います。何でしょう。
AI が複雑な仕様を理解して、コードをリファクタリングして本番環境のアプリを作り、金融データまで読み解くようになった今、2026年以降の開発者のコアスキルとは一体何になるのでしょうか。ふむふむ。もはやただコードを書くことではなく、AI という様々な楽器と人間というプレイヤーをどうオーケストレーションするか、つまり指揮者、コンダクターになることなのでしょうか。素晴らしい問いですね。この問いをですね、リスナーのあなたがご自身のキャリアや学びと照らし合わせて考えるための宿題とさせてください。ぜひ、ご自身なりの答えを探してみてほしいですね。はい。というわけで次回もまた情報の波から最高のインサイトをすくい上げてお届けすることを約束します。楽しみにしていてください。それでは皆さんまた次回の深掘りでお会いしましょう。